リリス・オン・トゥ・バイ・ユア・ソウルやりましょう。どんなの？かわいい悪魔さんが魂の価値をかわいいんだ測ってくれるお話です。それじゃやっていくね。ウィンドウ起動かフルスクリーンにはできない？演出上できない想定です。タイトル画面もメニューもないなんて驚いたかしら。いや別にスチームではよくあるよ。あなた電話で話す時にスタートボタンを押してなんて言うの？誰かにメッセージを送るのにキラキラした画面と綺麗なグラフィックでも見せたりするかしら？これはゲームじゃないの。だからスタート画面なんていらないわ。私はね、こういうのを私的コミュニケーションって呼んでるのよ。かわいい。はじめまして、読んじゃダメなやつ。パソコンのユーザー名じゃんこれ。今のあなたの名前で合ってた？ちょっと距離があるから最初は誰と話してるのかうまくつかめないことがあるのよね。でも今私はホニャーと話してるって合ってるわよね。違います。ならちゃんと教えてちょうだい。契約を結ぶには本当の名前が必要なんだから。なんて呼べばいいのかしら？ささらでお願いします。私の名前、私にはね呼び名がたくさんあるのよ。でもあなたはリリスって呼んでくれていいわ。すごく先走みがある。チェーンメール、奇妙なメール、ポスター、絵画などなど、私はずっと人の前に姿を現してはスペシャルな取引を持ちかけてきたの。信じてもらえないことも多いけど、たまに信じる人もいるのよね。そういう人たちには私がその人の人生を変えてあげるのよ。こうやってゲームなんかを通して私と話してるってことは、あなた自身もそんな取引をしてみたいって思ってるのかしらね。いわゆる悪魔との契約ってやつよ。もらえるものによるな。まあいきなり契約しろなんて言わないわ。ただちょっとだけ話を聞いてくれればいいの。で、私の話ちょっとくらい聞いてみたいって思ってくれたかしら？聞かないと始まらないよね。ふふ、嬉しいわ。ささら。どうしよう、名前で呼ばれると好きになっちゃう。ダメじゃあです。契約書を作るわね。ささらが自分の不滅の魂を私に差し出して。新手の ASMR みたいな音する。私はあなたにちょい待ち。どうしよう、フィーちゃん。この子かわいいよ。これはちょっと問題ね。本来ならあなたの魂の価値はデータとして登録されてるはずなんだけど、なんかそのファイルが行方不明になってるみたい。ファイル管理が雑ごめんなんですかね。なさいね。いくら長くこの仕事をしてても私は所詮ただのインプなのよ。サキュバスじゃないんだ。物をなくす癖があって、それとたまにシナリオ通りに進められないこともあるのよ。必要なものが見当たらないのはリリスちゃんがなくしたからだったりする。説明するわね。私の仕事は魂をあの世に送るために買い取ること。全ての魂にはそれぞれに価格があって、私たちはその価値に応じた報酬を払えるようになってるの。魂売ったら何もらっても意味なくない？支払えるものは毎回違うわ。ダイヤモンドとかルビーなこともあれば、ただの焼き魚ってこともあるわね。だからね、価値のない石をあげるか美味しいおやつをあげるかなんていうのは上の判断次第なのよ。でもそのファイルが見つからないままじゃ、そもそも何を提案すればいいのかもわからないじゃない。机の下とか椅子の下は服の中に挟まってたりとか。なんだこの子かわいいな。報酬は君がいいよ。もう一度書類をちゃんと見てみましょう。ダメね。これは興味深いわね。解決策？十分な情報さえ集められれば契約して報酬の提案はできるはず。このテストってやつを使えばあなたの魂の価値を推し量れるかもしれないわ。心理テストみたいな話かな？質問は20個だけ。子供の遊びみたいなものよ。そこからあなたの魂の価値がわかるわよ。回答によって価格は本当に変わったりする？しますか？素直に答えていくべきです。誰が答えるかってもちろんあなたよ。画面の向こう側のささら。こういう次元の壁越えてくる子好き。それでこのテストの後に魂を渡すかどうかは決めればいいわ。それじゃあ始めていいかしら？当然のイエス。それでは魂の査定を始めましょう。それでは最初の質問。面接形式なの緊張する。これがあなたの魂の価値に関わることを忘れないことね。あなたは猫派それとも犬派？別にどっち派でもないな。どっちか選ぶしかないなら猫かな。外れよ。当たり外れがあるものじゃなくない？本当のこと言うと私はどっちかっていうと犬派なのよ。ちなみにだけど猫好きな人って人との距離感が下手な傾向にある人が多いって知ってるかしら？すごい攻撃してくるじゃん。可愛いから許すけど。まあ今はその話は置いておきましょう。次の質問よ。ハンバーガーとラーメン食べるならどっち？悩むけどハンバーガーかな。時間置いても美味しいし。ハンバーガーが好きなのね。ペットの趣味は微妙だったけど食のセンスは悪くないわね。同棲する前の話し合いみたいだ。ダメです。こういうクイズって楽しいでしょ？あなたは人間、私は悪魔。
それでもこうして好きなものを共有できるっていいなって思わない？思う。次の質問いくわよ。準備はいい？これもなかなか面白いわよ。あなたの人生って意味はあると思う？選択肢消えたんですけど。プログラム的に1秒で消えるようにななんってますね。でちょっと黙ったの？猫か犬かラーメンかハンバーガーか人生に意味があるかどうか、そんなこともうとっくに考えたことあるんじゃない？あるんです。あるかも。人間の科学者の一人が言ってたわよ。人は1日に3万5千ものことを考えるんですって。へえ、知らなかった。でもこの質問はその中に入ってなかったのかしら？考えても仕方ないこともあると思うよ。まあゆっくり考えてくれていいわよ。私は待てるから。デートの時にメニュー選ぶの待ってくれてる身があって好きになっちゃう。それじゃ改めて聞くわね。あなたの人生に意味はあると思う？考えてみたら具体的には答えにくいけどあるかな。その顔すっごく面白い表情してるわね。こういう質問って人間にとっては難しいのかしら？答えた後につまりって聞かれそうなやつは返答が難しいよ。じゃあ可愛い話題に戻りましょう。ペットの話とか。目の前に箱があると想像してみて。その箱の中にいるのは猫、それとも犬？シュレディンガーだね。にゃんにゃん。この子人間をほだす天才か何かなの？じゃあその猫を箱に入れたとして、その箱を開けたらそこにいるのは、さっき箱に入れた猫は生きてると思う？死んでると思う？この目で確認するまでは生きてると願いたい。なるほど、あなたは猫が半分は生きてるって考えるタイプなのね。優しいじゃない。私の半分は優しさでできてるからね。ほわ。今度はあなたを箱に入れてみたわ。その箱を開けたらあなたは生きてるかしら？それとも死んでる？それも生きてるに決まってるね。なんというかその答えは予想通りだったわ。でも本当に大事な質問は、もしあなたを開いてみたらその中身は手術的な話？今のあなた生きてるって感じる？それとも死んでるって感じる？自意識があるかによるけど開かれたなら死んじゃってる気もするな。今目の前の線路をトロッコが走ってるわ。このまま行けば5人が引かれてしまう。久しぶりにでもレ聞いたなバーを引けばこれ。線路が切り替わって代わりに1人が引かれることになる。レバーを引いても引かなくてもあなたはその線路から目をそらすかしら？切り替えるかじゃなくてそらすことはしないかな。じゃあ次は私を見なさい。見つめ合うと好きになっちゃうんだが。ダメです。ちゃんと見なさい。見ていいなら何時間でも見続けるが。ダメです。ここまでの質問ちゃんと考えながら答えてた？ちゃんとまあはい答えなくていいわよ。もう分かってるから。3分ね。まあまあ考えてくれたみたいね。これ本当に測られてる？はいです。凝ってるね。ここまでたどり着く時間としては平均的ってところかしら。さてと、これでフォーム A の質問は全部終わりよ。結構考えさせられたよ。これで査定の前半が終了ね。今の気分はどうかしら？ちょっとだけ癒され眠くなってきたよ。他の人たちからもらった感想があるんだけど、ちょっと読んでみるわね。スピリチュアル、わかりづらい、猫が足りない。猫の件はちゃんと修正したわよ。ほら、さっきのむむむ。じゃあ次のフォーム B にはどんな感想が来てるかしら？シンプル、わかりやすい、猫が足りない。この猫不足クレームは何なの？猫耳つければいいんじゃないかな。猫が人気だからって何でもかんでもゲームに猫を入れればいいってもんじゃないでしょ。でもストアページに猫いるとウィッシュに入れたくなるよ。さてそれはさておき、ささら私たちの時間ももう終わりが近づいてるの。残りの10問で査定を締めくくりましょう。ここまでで愛着湧いちゃってるから終わりたくないんだけど。続ける準備はできてる？できてるよ。いい返事ねささら。それじゃあ質問11から始めるわ。あなたは一人暮らし？人間以外を含めていいならいいえ。一人暮らししたいって思う？寂しいから無理。誰かと一緒にいるっていいことよね。リリスちゃんも一緒にいてくれていいんだよ。今恋人っている？もしかして口説かれてる？じゃあいないって言っとく。いないのは本当なので問題ないですね。じゃあ私と一緒にいたい。また爆速で消える選択肢だった。なんてね、冗談よ。ちなみに恋人はいると言った方が反応は面白いです。そうなんだ。ねえささら、ちょっと謝らなきゃいけないことがあるの。でもあなたが思ってるようなことじゃないわよ。何も思ってないけどなんだろう。さっきフォームに載ってない質問をいくつかしてしまったの。どれだろう。別にあなたの恋愛事情に興味があるわけじゃないんだからね。ちょっとからかっただけよ。可愛すぎかな。私のゲームのページを見てみなさいよ。ダウンロード数少なくとも3つはあるんだからね。どういう照れ隠し3つどころか今は3桁ありますよ。全然寂しくなんかないし、さっさと本題に戻るわよ。寂しがり屋さんか。
うちにおいで。ダメです。朝起きたらあなたって一番最初に何をする？当ててみせるわ。スマホ見たりするでしょ？メールチェックくらいはするね。やっぱりね。割とみんなそうでは？じゃあさ、何も考えずにスマホをずっとスクロールすることある？それはないかな。じゃあ今は私の話にちゃんと集中してくれてる？当然だよ。ふふ、いい子ね。集中するのって難しいものよね。でも私が手伝ってあげるわ。どうやって？これでいいかしら？すごい、フルスクリーンになった。そのためのウィンドウ固定だったのか。私たちの残された時間ちゃんと大事にしなきゃよね、ささら。あと何問なんだろう。それでは最後までの質問に入りましょう。あなたには夢ってある？難しいな。どちらかといえばないかも。なら夢が欲しいって思ったことは？ないよりはあった方が絶対にいいから欲しい。私があげられたらよかったのにね。魂の対価に夢くれるとか無理なの？リリスじゃ無理ですね。ねえあなた、自分に魂があるって信じてる？なきゃここにいないでしょ。ふふ、そうね。だから私はここにいるんだもの。その魂はさ、自分のものだって思ってる。渡してないからそうでしょ。じゃあ自分の時間は自分のものだって思ってる？自分が使うものだからイエスだよ。これが最後の質問になるわ。ちょっと聞きづらいんだけどね。好きなアイスクリームの味は何？ここに来て何それ？好み聞くとかまた関係ない質問かな。ま、バニラで。いい選択ね。もしミントなんて答えてたらあなたの魂の価値はゼロだったかもしれないわ。そこまで言う？ミントが好きな人って味覚をどこかに落としてきた人よね。だいぶ偏見だな。でも私も好んでは食べないや。さてこれで20問すべて終わり。どう？クイズって意外とあっという間でしょ？痛くも痒くもなくて、なんならファスビードとかベースフックの診断テストみたいな感じだったでしょ？ SNS の暗記感はあったね。一応言っておくけど、この結果は広告としても使わせてもらうわよ。 SNS 開発担当とかマーケティング部がいる地獄の第4サークルの中だけで。だけどね。サークルオブヒルのようなので強欲の罪に落ちた人がいる場所のことですね。さてと、ちょっと待ってなさい。査定結果を計算するわ。お、ついにか。1、2、3。はい、完了。どういうこと？イエーイ！ミニキャラ恐ろしく可愛いな。おめでとうささら。あなたの魂の価値は4470ドルよ。結構高い？これだけの金額ならペットのワンちゃんが買えるわよ。いい評価なのかな？ちょうど真ん中の評価です。キーボードのプリントスクリーンキーを押せばこの画像をスクリーンショットできるわ。私のスチームは ST をしても F12 くなのだよれるはず。です。そしてあなたの魂がペットのワンちゃんの価値だったって友達に自慢できるの。すごいでしょ？まず自慢する先の友達を出してもらっても。でもあのテストが楽しかったってだけじゃ私が話しかけてる理由にはならないの。テスト目的じゃなかったの？本題に入りましょう。ふむむ。これは私からの本当のオファーよ、ささら。なんぞ。4470ドルくらいの価値がある何かと引き換えにあなたの魂を私にくれない？そもそもなんで値付けしてたんだっけ？とりあえず説明求めとこ。あなたの魂の価値は4470ドル程度と出てるわ。正直お金そのものを渡すわけじゃないけど、でもその金額と同じくらいの何かはあげるつもりよ。例えばチャンスだったり出会いだったり何かのきっかけだったり。リリスちゃんに出会えてるからもういいけどね。私があなたの魂を持つってどういうことかっていうと、そのうちちょっとだけお願いするかもってだけの話よ。だからね、4470ドルと同じ価値の何かと引き換えにあなたの魂を私にちょうだい。丁重に扱ってください。ふふ、小悪魔ちゃんがハートマーク出してくるの反則なんだが。信じられないかもしれないけどさ、私に魂を渡してくれた人って一人もいなかったのよ。渡しても死ぬわけじゃないのに。こんな風に本当に魂を渡してくれる人初めてよ。私弱い悪魔なのよ。インプって呼ばれてる存在。最初にインプとは言ってたね。他にもっと強い悪魔たちがいるから契約するなら大抵はそっちに行っちゃう。マニュアル通りにやると何人かはサインしてくれそうになるけど結局は他のとこに行くのよ。でもね、今はあなたが私を信じてくれたのが嬉しいわ。こちらこそ喜んでくれて嬉しいよ。契約完了よ。ふう、これで全部済んだわね。ちょい疲れたね。じゃあこれで本当にお別れね。どうしようひーちゃん、お別れしたくないよ。その気持ちを大切にしましょバカ、これでお別れって言ったらちゃんとゲーム閉じるのがお約束でしょ。
まだ一緒にいたいのなら別だけどさ。ずっと一緒がいいな。無理です。なんでよ。なんでまだここにいるのよ。寂しいかなって。もしかしてさっきの追加の質問が気になってるの？別に私はそんなに寂しくなんかないんだからね。あなたがこうしてそばにいてくれてるのなんて別に嬉しくないんだから。フィーちゃんどうしよう。ダメです。お願い。こんな風にずっとそばにいられたら私もうあなたから離れられないじゃない。照れ隠しが過ぎる文字サイズ。別れる前に一つだけ本当のことを言わせて。告白？あの魂の査定についてなんだけど、魂の価値なんて本当は全部同じなの。はあ、じゃあ何の時間だったの？契約ってね、相手がこれなら渡してもいいかもって思うものを提示してるだけ。テストはその反応を測るための手段に過ぎない。つまり詐欺みたいなものなのよ。私悪魔としての自覚が足りないのかもね。最後まで嘘を突き通せなかった。少なくともあなたにはね。でも世の中にはたくさんの悪魔がいてね、あなたに違うことを信じさせようとするかもしれないわ。あなたの魂には〇〇ドルの価値があるとか、逆にゴミ同然とか、そう言って魂を奪おうとするのよ。中にはまるで施しみたいに言ってくるやつもいる。あなたにはそんなやつらに魂を渡してほしくないの。私が欲しいから。だから私今こうして全部話してるの。もしあなたが私にくれないならせめて誰にも渡さないでほしいのよ。もしかして本当にすごい好意持たれてる？そういうお話ですよ。わがままで嫉妬深くてズボラでおしゃべりで、ほんと悪魔としてダメダメよね。見た目とのギャップが可愛いよ。でも一つだけ約束して、誰にもあなたの魂の価値を決めさせないこと。リリスちゃん以外にってこと？リリスのあれは嘘ですよ。どこそしてからどこまでが嘘なの？私にくれないならせめて自分のものとしてちゃんと持ってなさい。あなたの願いもあなたの思いも手放さないでお願い。自分の魂を大切にして誰にも渡さなきゃいいんだね。その約束ちゃんと守ってもらうからね。任せなさい。ささら、多分もう二度と会えないと思う。なんで？私が弱い悪魔だって言ったのは本当のことだからさ。時が経って誰もこういう存在を信じなくなったら、私みたいな存在は姿を見せられなくなっていくのよ。八尺様がドスケベになったら怖い話から消え去った的なこと？悪魔が力を失った時、私たちはフィクションって場所に行くの。つまりね、今こうして一緒にいる時間も最後にはゲームになっちゃうってこと。タイトル画面があろうがなかろうがね。でもね、もしそうなったとしてもね、私は生きてるから。あなたがしてくれた約束もしてくれなかった記憶だって覚えてるから。たとえ姿を見せられなくなってもあなたのことこっそり見守っててあげるわ。今日の質問もこの時間もあなたが忘れちゃっても私はずっと覚えてるから。なんだろう、なんかすごく切ない。ありがとうささら。それじゃあさようなら。落ちた。塩です。そっか。まあこの切ない気持ちのまま寝る。おやすみなさいです。他のルートはいいの？行き着く先は同じですので。そうなの？選択肢で少し会話は変わりますけど、やり直すのも無粋ですよ。誰もいないしクリックしたらゲーム落ちちゃうんだけど。お別れしたので当然です。私もリリスに愛着湧いてたからすごく切ないわ。マスターも切なさの中寝ましたし、カリンもこのまま寝ましょう。そうね、なんか寂しくもあるから今日だけ一緒に寝てあげるわ。無料で15分くらいで終わるのでおすすめです。英語しかありませんが連敗制なので置き換えは簡単かと。それではおやすみなさいです。